皆さんこんにちは。梅雨明けした沖縄に夫が出張ということで、それに合わせて3人の子供を連れて行きました。基本夫は別行動ですが、今回はスケジュールに余裕がありそうなので家族で回れそうです。6月の沖縄は初めてなので楽しみです。子供たちも飛行機での移動に少し慣れてきたようです。那覇空港に到着しました。レンタカーを借りて糸満方面へ向かいます。途中、道の駅糸満で腹ごしらえをします。大きな道の駅で建物がいくつか隣接しています。ファーマーズマーケット糸満では果物や野菜の他に惣菜も置いています。県外持ち出し禁止の野菜もありますので、お土産を買う際は確認した方が良さそうです。お魚センターには豪華な海鮮物が陳列しています。やや外国人観光客向けかなという商品もあります。購入したものは外の屋根付きの広場で飲食できますが、とても蒸し暑くハエも多くて、夏場は少し厳しいかもしれません。さらに南下してジョンマンビーチに到着です。駐車場は無料と有料があります。ここでは今回の旅のメイン、シュノーケルを楽しみます。旅行に行くにあたって沖縄の海をかなりリサーチしました。候補のビーチを4つまで絞りました。その一つがこちらのジョンマンビーチです。このビーチの決め手はシュノーケルに最適、アクセスの良さ、ウミガメと泳げるかもしれないという点です。透明度は泳ぐ場所によってかなり変わります。浜辺付近は少し濁っていましたが、沖の方からこのくらい離れると浅いプールのようなたまり場があり、小さな子供も楽しめます。サンゴと岩場で怪我しやすいので、できるだけ肌は隠した方が良いです。サンダルも鋭い岩は貫通するので、マリンシューズが必要です。なお、沖縄でシュノーケルをする際は、ライフジャケットの着用が義務付けられています。浜から向かって右側には離岸流の発生しやすい場所があるようなので、行かないように気をつけました。子連れなので不安要素が多い海ですが、安全に気をつけながら楽しむことができました。浜から向かって左側方向にウミガメがよく現れるという口コミを頼りに探しましたが、残念ながらこの日は見つけられませんでした。前回石垣島でシュノーケルをした時は天候も悪く残念な結果だったので、たくさんの魚と泳げたことで大満足です。ジョンバンビーチから車で5分の距離に平和記念公園があります。シャワーも浴びず髪がバシバシの状態でしたが、なかなかこちらの方面に来ることはないので立ち寄ることにしました。手を合わせただけになりましたが、ホテルに向かいます。夫の出張の関係で2泊とも那覇市内に宿泊します。ユイレール旭橋駅まで徒歩15分の
レンブラントスタイル那覇です。コインランドリーに洗濯乾燥機は2台しかありません。館内にウォーターサーバーがあり、水筒補充 OK なのはありがたいです。なんといっても2泊1万4000円は安いです。向かいに老舗のロジワールホテルがあります。悪天候やスケジュール調整にこちらのホテルの日帰り温泉とプールを検討していました。すぐそばにスーパーもあるので夜の買い出しに行ってきます。夜ご飯と朝ご飯の他にデザートを買いました。2日目の朝です。ご飯を食べたら最寄り駅まで歩いて向かいました。夏の徒歩15分は地獄でした。夫の用事が早めに切り上がりそうなので、その間近くの国際通りをぶらつくことにしました。と言っても駅から少し歩くだけでも暑すぎて、ドンキで涼みながらお土産を購入したところでタイムアウトです。国際通りは以前の動画にも出てきますので、よければご覧ください。帰りはタクシーでホテルに戻り、夫と合流しました。今から大泊ビーチに向かいます。大泊ビーチもシュノーケルをするのに最高なビーチらしいので、とても楽しみです。海中道路を通り、2つの島を経て池江島へ。時間があれば途中のカフーバンタやウクー浜などの景勝地もチェックしてみてください。このビーチは入場料が必要で、4歳の子も有料でしたが、駐車場やシャワー込みなのでおおむね満足です。昨日のジョンバンビーチと比べて岩場ではなく砂浜なので子供連れが多いです。外国人のファミリーもたくさんいました。I just held the whole thing. One of the And I still have mine. Ooh. So sweet. 浜辺からすぐでこのお魚の数、遠浅ではなくすぐ深くなるので、遠くまで泳がなくても十分楽しむことができます。魚肉ソーセージは持参することをおすすめします。水中で初めて撮影したのでカメラワークが下手で申し訳ありません。撮影は古い iPhone と防水ケースを使用しているので、少し画質が悪くなっているかもしれません。
とにかく魚の数がすごいです。しましまの石鯛が圧倒的に多いですが、カラフルな魚も泳いでいます。サンゴの上は小さな魚がいっぱい泳いでいました。離島や北部に行けばもっと綺麗な海があるかもしれませんが、那覇からの距離を考えるとここで十分だと思いました。今回のシュノーケルは本当に大満足です。隠れるようにいたクマノミを発見しました。白の模様一本はハマクマノミだそうです。クマノミは生まれた時は性別がないのをご存知ですか？グループで一番大きいこの子がメスのようです。この子がいなくなると次に大きいオスがメスに性転換するそうです。すごい生態ですよね。しかも特に家族というわけではないようで、これまた驚きです。パッキング動画でもご紹介しましたが、子供が夢中になって撮っていた防水キッズカメラです。画質は荒いですが、結構いい感じに撮れていないでしょうか。帰ってからも見返しているので、良い思い出になったようで良かったです。晩ご飯は行列のできる沖縄そばのお店にやってきました。夕方なのですぐ入れましたが、売り切れも多いです。人気店なのが伺えますね。まだ売り切れていない一つ星まかないそばと沖縄そばをオーダー。スープはあっさりして美味しかったですが、三枚肉は子供たちには少し硬かったようです。人気メニューを食べてみたかったです。最終日、今日は美ら海水族館まで向かいます。海に行きたくなる快晴ですが、最終日にバタバタしたくないということで、
まだ行ったことのなかったところを観光することにしました。この瀬底大橋を渡った先もシュノーケルに良さそうなビーチがあり、候補の一つでした。チケットはこの先のコンビニで購入しましたが、割引額は店舗によって異なるので注意です。こんな綺麗なサンゴを見ると、また海に行きたくなりました。ジンベエザメを見ながら誰かがカレーを食べているようです。那覇からは遠かったですが、館内は意外とあっさり見終わりました。外は当然暑いです。少しも歩けず、他のエリアは断念しました。道の駅許田で昼ご飯にします。ここでも水族館のチケットが買えるようです。中は混雑していて、席の確保が難しい時間帯もありそうです。タコライスにしました。皮がとっても美味しかったです。子供たちが食べたガーリックステーキも柔らかくて美味しかったようです。時間に余裕があるので、アメリカンビレッジに立ち寄りました。どこも満車で駐車するのに時間がかかりました。カラフルな建物が並び、歩いてるだけでワクワクしますね。がしかし、どこも暑いです。海沿いまで行きたいのですが、歩くのも大変なので、夫と子供たちはどこかで沈むそうです。こちらはこんなに晴れてても、向こう側は雨が降っているようです。沖縄の天気ですね。海沿いの人気店、ジバゴコーヒーに来ました。アイスコーヒーを頼んで、なぜかホットのカップですが、トレードマークの黄色いカップが可愛いです。フライトの2時間前にはレンタカーを返すことになっているので、余裕を持って那覇市内に戻ります。無事レンタカーを返し、空港まで送っていただきました。A&W がそんなに混んでいなかったので、晩ご飯はこちらにします。振り返ってみると、今回の旅行中は適当にご飯を済ますことが多かったです。夏の沖縄は暑さが厳しくて夏バテ気味になりましたが、2泊3日十分楽しむことができました。ご視聴ありがとうございました。